そうさ舞い上がれ星よ、一度だけ輝いて光を照らして、運命の空をかける一筋の光が二人を変えてゆくよ。確か天保14年3月21日、来月に迫った徳川将軍自らの日光参詣に先立ち、日光道中筋の悪党不眠を厳重に取り締まれと達しが出された。そして実際に道中の安全を確かめるため、老中土井大井守の行列が日光へ出立した。実は日光までに出没するあやかし化け物用意一切合切をこれを機に殲滅するというのが真の目的だが、怪し頭小笠原宝三郎はなぜか一人で役目に就く。竜道さんが後を追いかけ、さらにアトルと才蔵まで。小笠原さんの昔の友人が行列を狙い、さらに謎の男たちまでもが暗躍し始めた。てなことを知らずに私たちは江戸にいると。以上、前話までのあらすじ。今日の仕事は終わりだ。飲むぞ。なんだこいつら。今日は私のせいじゃない。何か変なものを食ったようだ。喋っている。ケツアルコアトルはただの馬になったはずでは。カノこのまま江戸に帰りましょう。これは始まりです。西から嫌な風が吹いている。日光で試す。あそこには神の亡骸がある。本城も平次、死の仇。貴様、可能か。カノ、刀を引け。本城殿、ここは拙者が。城山、やはり貴様は鳥居の犬になり下がったのか。城山宝三郎は蘭学者でありながら、それを取り締まる小笠原家に養子入りした。自分だけは生き延びるために。嘘だ。逃げるんだ。馬がある。早く。バカ者。いい加減にせんか。上様道中安全がための行列、なんと心得。すぐに出立させていただきたい。お前たちが行列に加わったは用意大事のためにあらず、
道中で探し物がある旨聞いておる。だがそれが奪われた。そうであろう。はあ、探し物ってのは何です？ご老中に直答できる身分ではない。控えろ。親氏は牧神と聞いておる。構わん。答えよ。お前たちが甲斐の神に言われて道中探しておったものとは何か。殺生石。ナスの殺生石。ん？九尾の狐が居殺され、岩に変じた後も毒気を発し、周囲ことごとく滅ぼしたという。そのかけらだよ。殺生石は強力な妖異の封印された姿だ。かけらであっても力を持つ。その力を分析しようというのは奉行所としても当然の務めだろう。はい。だがその危険なものを賊に奪われ手下が騒動を起こした。その罪は。お待ちを。本城様を狙ったもう一方の賊、可能性の真の処分はいかが相なります？幕臣に言われなき仇討ちなど認めるわけもない。可能は小笠原様のご友人かと。小笠原、お前は行列を離れ可能なるものを終え、全怪しをもって必ず捕らえるのだ。小笠原、可能を切れ。わしや川路、洋学を学んでいた者は皆水野に目をつけられぬよう身を慎んでおる。可能が本城を狙ったのは小笠原の仕業。鳥居ならそんな濡れ衣たやすく着せるぞ。身の証を立てよ。嘘だ。小笠原様が仲間を裏切ったなんて。鳥居の手下だった男の養子に入ったことで万社の取り調べも受けずに済んだとか。嘘だ嘘だ嘘だ。本城殿。ああ、本城も平次。それも俺の名の一つだ。鳥居様の命で名を隠されているのだ。可能に何をした？高島先生を捕獲させたというだけなら、可能があなただけを狙うわけがない。俺はな、あいつが嫌いなんだ。あいつだけじゃない。お前も異界だの異国だの、こことは違う別の場所のことばかり語る輩はよ。異国と異界は全く違う。同じことさ。お前たちは自分たちだけが本当のことを知っているような顔をする。異国ではああだこうだ、異界とはどんだけ素晴らしいか、そうやっていけもしない世界のことを自慢してみせる。自慢だと？同じこの地べたに這いつくばっているゴミ虫のくせに自分だけは別だ。こんな国に収まる人間ではないんだと。だから人はここで生きていくしかねえんだよ。なぜこのような。この東照宮にはどなたが祀られておる？もちろん東照大権現様。そう、徳川家康様。この地には祀ろわぬ者の魂が多く眠っておる。それを家康様を神とすることで押さえつけておると言ってもよい。だがここに書かれた名はいずれも家康様に下されるかもしれなかった別の神の名。家康様の神としての力を否とし消し去る呪いだ。あなたはこれ。なぜだ？それは私もあなたも食べない方がいい。だったら何のために？そろそろ来る頃だからですよ。いい加減にしろ。肉でも何でも食わねば本城を撃つ力が出ない。それは用意の肉だ。遅かったね。行列はとっくについてるのに。
行列とは別の道を取ったんだ。逃がすふりして俺を追い詰めただけか。用意と言ったな。なんだそれは。異界から来る化け物だ。それを倒すのが我らが務め。異界だと？そんなものはない。お前も見ただろう、あの化け物たちを。獣だろ。私は蘭学の力で用意を倒している。それによってお上に再び蘭学が優れていることを認めていただきたい、そう考えている。嘘をつけ。お前は自分一人取り締まりの目を逃れたかっただけだ。夕日が。あれは綾神だ。日が草間に暮れようとした様を示した文字、そしてこの文字に無地名を加えると、バクせい。家康の霊が封じ込めていた者たちよ、目覚めよ。雪やつ。嘘だ。異界だと？そんなものが。本城は言っていたぞ。異界も異国も同じだと。人々はここでないどこかに憧れ。可能。徳川安泰のため、平和のため、多くの用意がこの地下に埋められた。それが今目覚めようとしている。来たぞ、かかれ。眠っていた妖異たちが目覚めたか。このままでは。ロジャー！竜ド！雪やつ！雪！己の名を武器で。行くぞ、クワッシー！雪やつ。どうした？大丈夫か？もう無理かもしれません。こいつを押さえつけておくのは。元に戻るってのか？ここにはとてつもない用意が渦巻いている。殺生石もケツアルコアトルの大好物なんですよ。私がこいつを食って一緒になって押さえつけているのに。俺も食え。俺がお前らと一つになる。俺の姓は竜道。竜を導くものだ。そんなことしたらあんたが異界の化け物になっちまうかもしれませんよ。化け物か。だからやると決めた。
用意と戦うとな。今まですまなかった七時、許してくれ。分かった雪安さん、私の意識があるうちに早く。ああ、よし、まあそう焦るなって。いいぜ、武士。ケツアルコアトル、また蘇ったのか。違う、あれは白だ。白は伝説に言う竜を凌駕するという優れた霊獣だ。では竜道はどこに。このままでは竜道は白に飲み込まれ、二度と人に戻れぬだろう。そんな。戦いを終わらせる。用意の力の源は殺生石。あれを砕くことができれば。あんな化け物を助けるというのか。あれは私の部下だ。あいつも私も今は用意の肉を食わずにはおれない怪しだ。よこせ。カノ、火薬が足りない。一発で撃ち抜くには距離を計算しろ。俺は白。いや、首のうちの一本。この時代に現れようとは。どこでこんなことを。私たちが高島先生に学んだ西洋の砲術のいろはだ。竜道、待ってろ。いる。地の神はまだいる。雪圧、雪は。俺を切らないことには始末がつかないのだろう。お前も本城を諦めることはできまい。俺がお前だったらやはり本城は許せない。聞いたのか。本当に私がオランダに。私ならカピタンに話を通すことができます。私が異国に。もう何人もお世話していますよ。ところで高島秋帆先生に私もご紹介いただけないものでしょうか。本城は先生の屋敷に入り込み、謀反の証拠をでっち上げた。全ては俺にお前を責める権利などない。カノ、だが本城を切らなければ俺が許せないのだ。
カノン、カノン！世話になった。当然の務めだ。明日運んでほしいものがある。ああ、分かってる。今夜は月が綺麗だ。ああ。蘭学のためだと？私が小笠原に養子に入ったのは結局楽をしたかっただけかもしれない。楽になりたかったな。あの人も同じだ。私が恐ろしい。だから綾神も拒んだ。この私から何が出てくるか。風に当たってくる。明治17年、過去を見る一人の画家。誰よりも多く化け物を描き、誰よりも美しい仏を描いた。彼の名は川鍋暁斎。13の話、地獄極楽風文書き。